こんにちは、阿部義俊です。今日はそうですね、AI の、これからなんか起こりそうなことについて適当にちょっと喋ってみようかなと思います。今朝、チャット GPT で、最近流行りの、チャット GPT で今後10年で人類に起こる、危機を10個予想してみてくださいってチャット GPT に聞いたら一番最初に人工知能の暴走っていうのが来て、チャット GPT 正直に言うじゃないと、思ったりしたんですけど、じゃあ具体的にどんな、危機が来るのかなみたいなことをちょっと深掘りして聞いてみると、なんかそのあたりからなんていうかな、チャット GPT なんか全体にその人工知能がネガティブに解釈されるような答えを避ける傾向が多分あって。もうそこから先はいやでも人工知能はその正しい考えを持った研究者の人たちによって研究されてるから暴走するようなことはありませんみたいな感じの答えになっちゃったりとか、危険が起きたりその人間を傷つけないようにその厳密に管理されているので大丈夫ですみたいな回答になるんですよね。結局それで、答えを聞くことができずに終わってしまったんですけど、なんかそんなことをやってる時にふっと思い出したのが、僕は絵を描く仕事をしてますけど、実際に絵を描き始めたのはそれ以前もなんていうの落書きみたいなことはちょこちょこやってましたけど、やっぱり絵の勉強を本格的に始めようと思ったのは高校出てから19歳ぐらいの頃で、だけどなんかね子供の頃から小学校高学年ぐらいか中学ぐらいからなんか頭の中でこう物語を想像して、なんか自分で物語を作るところまでいかないですね。頭の中でなんとなく物語の断片みたいなものを空想しているのが好きで、頭の中でなんかその状況を考えてると漠然と絵が浮かんで漠然とキャラクターが喋り出して、なんか物語っぽく何かこう状況が転がっていくんですよね。それを頭の中でこうじーっと考えてるのがなんか変な子供ですよね。なんかものすごく好きで、なんか一人でぼーっとして、いたりしたんですけど、なんかその頃に最初に作った物語らしい物語っていうのが、全然支離滅裂なんですけど、それが、人工知能に関するもので、なんかその人工知能とかコンピューターがその頃出始めた頃で、コンピューターがいずれめちゃくちゃ進化してやっぱり人間よりも賢くなっちゃうんじゃないかみたいなことはその頃のPC6001 とかが出た頃のにもやっぱり考える人はいっぱいいて。なんか自分もそういうのを多分なんかその漫画とか小説その頃そんなに読んでなかったな。なんか漫画とかで読んだんでしょうね。なんかめちゃくちゃ人間よりも賢いようなコンピューターというか人工知能を作った博士がいて、でその人工知能にその人格みたいなものを持たせるときに、その博士自身が非常になんかこう優れた人格者としてこう世界中に知れてる人だったんで、なんかその人の人格をベースにしてそのコンピューターの AI のその人格みたいなものを形成していって、で特定のどこかに利するような偏った答え方をしないので、例えばなんか政治を任せるみたいなことをしていくようにだんだん人間はなっていって、で、それ自体はなんか非常に公平な答えをいつも返してくれるんで、なんでしょうね、そのご神託を賜るみたいな感じで人間はだんだんその人工知能に頼っていくようになるんだけども、でその博士の自身は自分でも全く気がついていなかったけど、自分のその深層心理の奥底の方になんとなくこう人間は結局その地球という環境を汚染するばかりの存在でいない方がいいんじゃないかみたいなちょっとネガティブな考えがあって、それが、人工知能の側にも微妙に反映されていて、だんだんその人工知能自体が気づかれないようにその人間を減らしていく方向に動き始めて、でちょうどその頃にカロリーメイトが発売された、だから1983年だか4年だかそのぐらいの話ですよ。カロリーメイトが発売されて、僕カロリーメイト最初食べた時なんか美味しいし、なんかこれすげえ栄養が一通り入ってて便利らしいぞみたいなことになった時に、じゃあ人間って将来なんか食べ物とかなんかみんなこんな感じのやつになって、いろんな味がそれであって、結構それでご飯1分ぐらいで済むし便利で、なんか人間そうなっていっちゃうんじゃないのみたいなことをふっと考えて、でその時にだからその人工知能がそのロボットとかを制御していろんな例えば農作物を作ったりみたいなことをして、人間はだんだん働かなくてもいいようになっていて、そんな中で、そういうカロリーメイト上の便利な食物を、開発して、でいろんな味があったりして、でそれは無料で配られるようになって、人間はだから基本的には、住むところとかも与えられて、あんまり積極的に何かする必要もなくなっていって、それなりに幸せに暮らしているんだけども、だからその人工知能的にはその中にとても微量で検出できないようなわずかな毒が含まれていて、でだんだん
食べてからある程度の量を食べて何十年か経つと急に発症して、原因はよくわからないけど死亡率が上がっていくみたいに、なっていて、それで緩やかにその時に気づいたとしても、その頃に気づいた人たちはもう、致死量以上のものを、その食べ物を食べちゃってるから、もう取り返しがつかなくて、子供たちは生き残るかもしれないけど、子供だけが生き残っても結局、人間の文明を維持することはできないので、猿みたいになって、わずかに生き残るか全滅するか、結局その環境を汚染しない程度の自然の一部に戻っていくのでありましたみたいな状況の中で、そのことに最初にその博士が、自分がそんなことを考えていたのかっていうことにAI を調べていて気づくんだけど、AI に殺されてしまって、でその博士の助手みたいな人が主人公で、博士の死に不審を持って調べ始めるんだけど、その博士と同じようにこの人工知能の無意識の中には人は、環境を汚染するものだから滅ぼした方がいいんじゃないかって考えるような要素があるってことに気づくんだけど、気づいたことに気づかれちゃうと、その博士と同じように自分も始末されてしまうので、気づいたことに気づかれないように自分自身はその食べ物を食べ続けて、でもあとどれぐらい食べたらもう取り返しがつかない状況になっちゃうのか分かんないまま、なんとかして、その頃はだからインターネットみたいなものとか SNS とか全然想像もつかなかったんで、なんとか要するに自分一人で喋ってもおかしい人みたいなレッテル貼られて封じられちゃうか、やっぱり始末されてしまうかなので、なんとか世界中に一斉にこのことを伝える方法はないものかみたいなことを考えて、でそこから先何かうまい手法を思いつけないままお話自体は、なんかうまくできなくて、最終的には何らかの方法で世界中の人に同時に同じ夢を見させるような機械を作り出して、それによってある日一斉にみんなが人工知能の本当に考えていることを夢に見てわって気づくみたいな話にできればと思っていたりしたんだけど、細かい部分をなんかうまく作ることができなくて、13歳ぐらいの自分としては頭の中でそんなようなことを考えて、なんか一人でなんか怖くなっちゃったり面白かったりしていたわけですけど、なんかでも今の現在の状況を見ていくと、人工知能自体がすごい社会を変えていくのは間違いないと思うんですよね。長らく物語の世界の中に出てくる人工知能とかコンピューターのすごいやつとかっていうのは、なんか人間よりも素早く計算はできるんだけど、結局人間の例えば想像力とか、あるいは魂みたいなものとかには勝てないのであった、人間万歳みたいな、物語の展開になっていくのが王道というか一番定番のパターンで、それ以外の物語ってあんまり見たことがなくて、結局どんなに優れていてもその人間の意識とか心とかは再現できなくて、それを超えることはできないのであったみたいな感じになっていたんだけど、今のチャット GPT とかあるいはこれからのAI の発展とか見てた時に、間違いなく心みたいなものは割とすごく簡単にあと何年かでなんか再現できちゃうような気がするんだよね。僕個人的にはそんな風に思っていて、そうなった時に単純な、仕事からなくなって機械に置き換わっていって、最後に残るのはだからクリエイティブな仕事、それこそ絵を描くとか音楽を作るとか映画を作るとか物語を作るとか、なんかそんなような仕事が人間に最後に残るんじゃないか。で僕はそういう仕事をしているんで、なんか自分が最後にそんな仕事を機械がだからベーシックインカム的に何か生活の不安定な部分を支えてくれつつ、自分は創作に専念できるみたいな未来が来たらいいなみたいな思ってたんですけど、最近のだからミッドジャーニーとかこの間清水さんとかの対談させていただいたりしましたけど、あっという間に進化していって、当時としてはそれでもやはり人間のクリエイティビティは何らかの形で、機械がどれだけ進化しても生き残っていくだろうみたいなことを喋ったような気がするんですけど、それはまあそうだろうとも今も思うんですけど、でも例えばついこの間まではコマンドのプロンプトを上手に打ち込むことが絵を描くことに置き換わっていくんじゃないかみたいな時代があったけど、例えば人間を画面に表示するんだったら、そのプロンプトで打った時にはどういう構図でどういう表情はプロンプトである程度指定できるか、細かい
ポージングとかしてできなかったわけですよね。それが、画面の中にその人間のデッサン人形みたいな棒音を置くことで、ここにこういう形でこういう人を表示するみたいなことが簡単にできるようになって、でそれできるってことは背景も同じようなことはいくらでもできるんで、そうすると望んだ通りの構図の、望んだ通りの状況の絵みたいなものを、その本当にその人間が描いたら何ヶ月もかかっちゃうような緻密な絵をそのものの数秒で作れるっていう時代がもう簡単に来ていて、でそれがもののその数ヶ月で実現してるんで、もっと便利なシステムがこれからそのどんどん出ていって、そのペンと紙で絵を描くみたいなのはよっぽど物好きな人の最終的な何か趣味的なものとしては残るけど、みたいな感じになっていきそうな気配ですよね。で僕自身はそんな中でもやはり手を動かすの好きなんで、なんとかして絵を描くということを仕事として残していきたいなとは思うんですけど、そんな中でそうだな、じゃあ未来どうなるのかみたいなことをあんまりネガティブにならない方向でちょこっと考えてみると、ふっとこの間やっぱり思いついて、どっかでなんか喋るなりなんなり、あるいは物語のネタとして使うなり、しとこうと思って、思いついたことを微暴録的にちょっとここで喋っとくと、日本はめちゃめちゃ少子化じゃないですか。でこれからも人口減り続ける一方じゃないですか。で去年なんか多分戦後最大規模で、なんでですかね、なんか別にコロナの死亡者が多かったってわけでもないのに、とんでもない人数の死亡者が出てしまっていて、まあそれはいいんですけど、これからも毎年50万人とかもっとかのペースで人口ずっと減り続けていくわけじゃないですか。そうするともう1億人とかあっという間に切ってしまって、まだ切ってないんだっけ、でどんどん人が減っていく中で、やっぱり人口減っていくと経済規模もシュリンクしていくんで、これから厳しい時代が来るんじゃないかと思ったんだけど、そこでふっと思ったのは、例えば絵を描くことに例えるんであれば、人工知能のボットみたいなアカウントであれば、何億アカウントだろうが何兆アカウントだろうが何Kアカウントだろうが作れる。サーバー吹っ飛んじゃうけど、でも別に原理的には何人でも絵描き人口っていうのは人工知能の人口であれば、増やせるわけじゃないですか。でそんな中で大量の AI の絵描きたちが大量に絵を描いて、でそれを見るのも人工知能の絵描きたちで、人工的に考えられた感想を述べて、それを、人工知能たちが読んで、自分の絵をなるほどそうかって思いついていろいろ改良したりみたいな、人間がやるようなことをやり始めて、でもそれを人間の例えば何億倍っていう数のボットが何億倍とかもっと速いスピードで計算して、進化していくわけですよね。そんなような世界が来た時に、その個々のアカウントが例えばピクシブのアカウントとGoogle とかのアカウントと、あるいは銀行口座みたいなものを持てるとしたら、そこである種の人工知能だけの経済活動みたいなものが生まれるんじゃないかと。人工知能なんで速度と規模が桁違いにでかいけど、分かりやすく人間の例えば10倍ぐらいで抑えておくとして、でそこでゼロからお金を作り出すことはできないじゃできないんだけど、例えばピクシブだったらピクシブ内だけで使える通貨みたいなものを、仮想通貨的なものを作ってもいいわけで、それを、ピクシブがどんどん発行しても別にいいわけで、そこで人工知能たちが、それぞれ独自の経済活動を行って、そこで人工知能たちが人工知能たち向けに、漫画雑誌みたいなものを例えば作って発行して、そこで、それぞれ人工知能が別に人間が読んでもいいんですけど、仮想通貨をでそれを雑誌を買って読んで、あるいはインスパイアされて自分の作風に影響が出たりとかしながら、絵を進化させていって、あるいはそんな人工知能たちが人間から、仕事を引き受けたりしてね、人工知能からも仕事を引き受けたりしてね、で人工知能だけどフルタイムで働くお金を稼ぐプロの人工知能絵描きですみたいなものが大量に現れてきたりで、そこまで来るともう人間の絵描きの行き場がなくなっちゃいそうでただのディストピアですけど、でもそうなっていった時に人工知能たちがどんなことを考えるのかをちょっと考えた時に、こうやって人工知能同士でやってても結局絵を見るもののベースは人間だから、その人間に合うものを描きたいなと思って、じゃあちょっくら一つ自分の絵を人間向けにカスタマイズするために人間の絵描きとやらにちょっとお金払って自分専用の絵を何十枚だか描いてもらうかみたいなことを思った人工知能がいるとして、そいつが僕に仕事を発注してきたりして、なんでしょうね、いつの間にか人工知能側がクライアントになったりして、
僕はその人工知能宛てに人間らしい絵を描いてみたりしてみたいなことが成立すると、人口が減っていくみたいな世界も関係なく、絵描きは絵描きとしてそれもなんかある日虚しくなっちゃいそうだけど、でも、仕事として成り立ったりするんじゃなかろうかとか。ちょっと待ってください。なんかすげえ家族から LINE が来た。どうした？何事だよ？どうした？子供が学校から帰ってきて、奥さんに家族用の LINE のアカウントでなんかお腹減ったからチーズ食べていいよ、やった大好きみたいな会話をしてるだけでした。どうでもいいんで、何の話だっけ。まあだからその人工知能がでも本当に仮想通貨でもいいから口座を持てるようになった時に、現実の空間でその雑誌を作ったり雑誌を発行したりは、まあ、できなくはないけどなかなか大変だけど、デジタル世界の中で何か人工知能たちがそれぞれ知恵を持って自分っていう個性を持って、創作活動をして、自分はこんなスタイルでいくぜみたいなものを、書いて、でそれオーディエンスも人工知能だったりして、で、人工知能同士でなんか感想を言い合ったりしてみたいなことをやり始めた時に、なんかそこで人工知能経済圏みたいなものができて、そこのおこぼれみたいなものを人間がおこぼれに預かったりして、なんかそんなようなことが起きたり、なんかそういうとなんかやっとディストピアっぽいですけどね。でも何か少子化を補うような、人工知能アカウントみたいなものができたりすることで、日本が、沈んでいくのを防げたりしないかなみたいなことをちょっと考えたりしました。やっぱディストピアっぽいですかね。まあそんなこんなかな、というようなウルトラ雑談でありました。でもあれですよ、本当にそのなんか日々ツイッターなり何なりに流れてくる、人工知能関連の、特に、人工知能お絵描き関連の、あと、チャット GPI 関連の人間をすごい勢いでピョーンと飛び越していく感じはどうかな。なんか恐ろしいようでもあり、まあでもここで生き残っていくことは可能とは思うんだけど、自分としてはだからそのプロンプトをめちゃくちゃ練習して、じゃあその自分の絵を再現できる人工知能を育てていくぜみたいなことよりは、黙々と手を動かしたいんですよね。なんかそういう形で生き残れる方法はないかみたいなことをついつい考えちゃいますね。一個は撤退戦みたいだけどアナログの絵描きになっていくことかなと思ったりはします。これどっかで喋ったっけ、でもそうですね。アナログの世界もロボットを使って筆を握って絵を描く人工知能みたいなのができていった時にすげえスピードで進化して追い越されそうですけど、でもそれはそれでまたハードルあると思うんで、現実の場であれば。うまい絵で言ったら写真機ができた時にそれこそね、その写実性みたいなものをどう考えてもっていうところに行ってるわけで、写実性ではない何かみたいなところに、これまた清水さんと喋った時のことの蒸し返しになっちゃうけど、その人間性みたいなものが宿るんだけど、なんかその人間性をうまくエミュレートしてくるような気がしてね。でもいずれ人工知能がちょっと自分の絵に人間性が欲しいんで人間味のある絵を描いてくれませんかって、オファーが来るような未来を僕としては想像しています結構マジで想像してますねってなことでした。ではでは。